こんにちは。今回はハートのモチーフの作り方を紹介します。このモチーフは1段目、2段目でお花の形を作り、3段目の時にハートの形にします。編み方を編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目に細編みを編みます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、細編みを8目編み、最後は最初の細編みに引き抜き編みをして1段目が終わります。2段目で玉編みを作りますが、2段目の時に説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。鎖編みはここから5目編みます。5目の鎖編みを編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをして輪の作り目を作りました。この輪の中に細編みを編みます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、輪の中に細編みを8回編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、8目の細編みを編みました。最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。ここは鎖編みを編んだところで、最初の細編みの頭はここです。ここに引き抜き編みをして、これで1段目が終わります。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目で引き抜いたところから、次は玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目を未完成な長編み1目とします。あと3回未完成な長編みを編んで、これを一つにまとめて長編み4目の玉編みとします。鎖編み3目を間に入れて、次の細編みのところに未完成な長編みを4目編み、これをまとめて長編み4目の玉編みにします。鎖編み3目を間に入れながら、1段目の細編みに玉編みを編んで、最後は鎖編み3目ではなく、鎖編み1目を編んで、中長編みを最初に編んだ鎖編み3目の最初の目に中長編みを編んで、2段目が終わります。次は2段目です。2段目は鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目を未完成な長編み1目とします。鎖編みを編んだ同じところに未完成な長編み3目を編みます。針に糸をかけて、同じところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、未完成な長編みを編みました。あと2回同じところに未完成な長編みを編みます。3目の未完成な長編みと最初に編んだ鎖編み2目で未完成な長編み4目として、これを一度に引き抜いて長編み4目の玉編みにします。鎖編み3目を間に入れて、次の細編みにも玉編みを編みます。未完成な長編みを4目編みます。未完成な長編み4目を編み、これを一度に引き抜いて、長編み4目の玉編みができました。鎖編み3目を編んで、次の細編みにも
長編み4目の玉編みを編みます。これを一度に引き抜いて、長編み4目の玉編みができました。鎖編み3目を間に入れて、あと5回玉編みを編みます。7個の玉編みを編みました。ここが最後のところです。8個目の玉編みを編みます。未完成な長編みを4目編んで、これを一つにまとめて玉編みにします。これで8個の玉編みができました。最後は鎖編み3目ではなく、鎖編み1目を編んで中長編みを編みます。針に糸をかけて、玉編みの次に鎖編み3目を編み出した最初の鎖編みのところに中長編みを編みます。これで2段目ができました。3段目の編み方を編み図で説明します。2段目の最後に中長編みを編んだところから3段目はハートの形にします。中長編みを編んだところから次の鎖編み3目のところに長編みを1目編み、次は長々編みを全部で7個編みます。1、2、3、4、5、6、7個の長々編みを編みます。次の鎖編み3目のところには長々編み1目を編み、同じところに長編みを5目編みます。次の鎖編み3目には長編みを4目編みます。そして次は長編み3目を編んで、鎖編み2目を編み、同じところに長編み3目を編みます。こちらは同じように鎖編み3目のところに長編み4目、次の鎖編み3目に長編み5目を編み、同じところに長々編みを編んで、次の鎖編み3目は長々編みを7回編んで、最後は長編みを編み、次は引き抜き編みです。2段目の鎖編みと中長編みを編んだ間のところに引き抜き編みをして3段目が終わります。鎖編みと中長編みを編んだところで終わっています。ここから次は鎖編み3目のところに長編みを1目編みます。長編み1目を編み、次は長々編みです。針に2回糸を巻いて、同じ鎖編み3目のところに長々編みを7回編みます。2本、2本、2本と引き抜いて、長々編みを編みました。あと6回同じところに長々編みを編みます。鎖編み3目のところに7個の長々編みを編みます。これで4個できました。あと3回同じところに長々編みを編みます。長編み1目に長々編みを1、2、3、4、5、6、7個編みました。次の鎖編み3目には長々編みを1回編みます。この時長々編みは少し小さめな長々編みを編んでください。次は同じところに長編みを5回編みます。次の長編みは少し大きめな長編みを編んで、あと4個は普通の長編みを編みます。
ここはハートのところになります。長々編みを編んで、次の鎖編みに1目長々編みを編みますが、ここを小さめにして、次の長編みを少し大きめにすると、この流れがスムーズになります。次の鎖編み3目のところには、長編みを4目です。長編み4目を編んで、次の鎖編み3目には、長編み3目を編みます。長編み3目を編み、鎖編み2目を入れて、同じところに長編み3目を編みます。これでハートの半分ができました。こちらも同じように編みます。次の鎖編み3目には長編みを4目編みます。長編み4目を編み、次は長編み5目を編みます。4目の長編みを編み、最後の5個目の長編みは少し大きめな長編みを編んで、同じところに小さめな長々編みを1目編みます。次は長々編みです。長々編みを7回編みます。これで4回ですから、あと3回長々編みを編みます。7個の長々編みができました。最後は長編みです。同じところに長編みを1目編んで、最初の鎖編みと中長編みのところに引き抜き編みをします。そしてこの糸は後ろの目立たないところに糸始末をしてください。最初に編んだ長編みの頭のところを抜いて、この糸を後ろに回します。このように後ろに回して、心配なようでしたら、もう一回鎖編みを編んでから、後ろの目立たないところに糸始末をしてください。形を整えると、ハートの形ができました。花びらが8枚入る、中心にお花が入ったかわいいハートのモチーフです。このモチーフはコースターにもなりますし、この大きさでアクリルたわしにもなりますが、糸を極太で編むと大きなアクリルたわしもできます。細編み、玉編み、長編み、そして長々編みで編むハートのモチーフを紹介しました。コースターにもなります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。